ボーカロイドで遊ぼう第2回をご覧いただきましてどうもありがとうございます。講師の小泉です。第2回ではボーカロイドの歌い方、歌唱表現の調整をしてみたいと思います。前回作成したプロジェクトを開いておいてください。また、インスペクターが表示されていることを確認してください。インスペクターが表示されていない場合は、こちらのインスペクターのボタンを押して、インスペクターを表示しておきましょう。ボーカロイドエディターを使用するにあたって覚えていただきたいのが、スタイルプリセットという機能です。スタイルプリセットを選ぶだけで、ボイスバンクの歌い方を変えたり、音を変えたりすることができます。このスタイルプリセットという機能を使って、ボイスバンクの歌声を少し変えてみましょう。データが入力されているパートを選択し、インスペクターを確認します。インスペクター中段にスタイルプリセットが表示されています。タイプ、カラー、スタイルプリセットの3項目を使って選ぶことができます。目的のスタイルプリセットが決まっている場合は、スタイルプリセットの項目から直接選択をしましょう。決まっていない場合は、タイプ、カラーの項目で絞り込んでからスタイルプリセットを選択しましょう。お好きなスタイルプリセットを選ぶと、ボイスバンクの声が変わっていきます。ここでは、リードボーカル、リッチと選択し、候補の中からメロディックというスタイルプリセットを選んでみましょう。選択すると、ボーカロイドエディターが自動的に演算をして声を変えていきます。完成しました。それでは再生してみましょう。ドレミファミレドミファソラソファミ。いかがだったでしょうか。このようにスタイルプリセットを選ぶことで、いろいろな歌い方をしてもらうことができます。違うスタイルプリセットも選んでみましょう。インスペクターのスタイルプリセットで選択を解除します。先ほど選択したタイプ、カラーを再度クリックすると選択が解除されます。次はロボットっぽい声を選んでみたいと思います。タイプのところからロボティックを選んで次にクリーン。最後にショートエコーというスタイルを選んでみましょう。変更できました。これで再生して聞いてみましょう。ドレミファミレドミファソラソファミ。このようにロボティックではかなりロボットっぽい音になっているのがお分かりいただけると思います。スタイルプリセットを使いこなすことで歌い方や音質を簡単に変えることができます。積極的に使ってみましょう。ロボットっぽいスタイルプリセットを選んでしまったんですが、カエルの合唱で遊んでいくにはロボットだとちょっとキャラクターが強すぎるので、最初のメロディックというスタイルプリセットに戻しておきましょう。先ほどと同じ方法でメロディックを選べば、スタイルプリセットを変更することができます。戻しておいてください。ボーカロイドエディターを使う上で覚えていただきたい言葉があります。ミュージカルエディターの画面の中、オレンジ色の線に注目してください。音一つ一つにオレンジ色の線が書いてあります。この線をピッチカーブと呼びます。ピッチカーブは一つの音の中で音の高さがどう変化するかを線で書いたものです。実際の人間が歌った時もピッチカーブがかなり激しく変化します。同じようにボーカロイドエディターが歌に合わせたピッチカーブを導き出し、音として出してくれているのですが、その変化を視覚的に表したものがピッチカーブになっています。先ほどはスタイルプリセットを使うことで歌全体、パート全体の歌い方を変えるということを体験していただきました。しかし、ボーカロイドエディターでは全体でなく音一つ一つの歌い方を変えるということも可能です。音一つ一つの調整をやってみましょう。歌を歌うときにしゃくりという歌い方があります。最初は低い音から入って狙っている音に上げる歌い方。これをしゃくりと言うんですけれども、ボーカロイド6エディターでもしゃくりのような歌い方を入力することができます。ミュージカルエディターに戻ってしゃくりを入れたい音を選びます。ドレミファミレドの次のメロディ、ミファソラソファミの最初のミ。ここにしゃくりを入れてみたいと思います。矢印ツールを選択して最初のミの音を選択しましょう。続いてピッチツールを選びます。ピッチツールというのはこちらのツールの中の斜めの線のマーク。これがピッチツールです。表示が変わって音を画像で表した波形が表示されるようになりました。また
波形の周囲に6つの点が表示されるようになっているのがお分かりいただけると思います。しゃくりを表現するためには、前側にある2つの点、それぞれ前方トランジション、前方ドリフトと呼ばれていますが、この2つの点を使って調整をしていきます。ドリフトとはピッチカーブの揺れを、トランジションはドリフトを開始する位置を調節するパラメータです。それぞれ最大値である100に設定してみましょう。調整した音の部分のピッチカーブが変わったのがお分かりいただけると思います。これを再生して聞いてみましょう。ドレミファミレドミファソラソファミ。聞いていただいて分かる通り、ミの音がミーというしゃくりがついた歌い方に変わりました。しゃくりを入力したことによって歌に少し表情が出てきたことがお分かりいただけると思います。他の音にもお好みでしゃくりの表現を入れてみてください。音の立ち上がり部分にしゃくりを入力してみました。次は音の終わりの部分にビブラートを入力してみましょう。ビブラートは発音した後にピッチを周期的に揺らして表情を加える歌い方です。ビブラートもボーカロイドで入力できます。やってみましょう。最初のドレミファミレドの最後のドの音。ここにビブラートをかけてみたいと思います。ドの音を選択してビブラートツールを選びます。ビブラートツールはピッチツールの隣の波の形になっているマークがビブラートツールです。2つの点と1つの三角が表示されました。ビブラートの深さを60程度まで上げてみましょう。ピッチカーブが波のようになってビブラートが入力されました。この状態で再生をしてみましょう。ドレミファミレド。どの音にビブラートがかかったのがお分かりいただけたと思います。ビブラートを入力する場合は音の長さが長い方がビブラートがよく伝わります。せっかくなのでドの音の長さを少し伸ばしてみましょう。音の長さを変えるときは音の終わりの部分にカーソルを乗せます。するとカーソルが変化します。この状態のままクリックして伸ばすと音の長さを伸ばすことができます。ミュージカルエディターで言うとマス1つ分の長さを伸ばしてみました。現在の設定では1マス分は8分の1、つまり8分音符1つ分の長さを伸ばしたことになります。この状態で再生してみましょう。ドレミファミレド。ボーカロイドがビブラート付きで歌ってくれましたがいかがだったでしょうか。先ほどは深さを調節しましたので次は開始位置を調節してみます。三角マークを前後に動かすとビブラートの開始位置を調節できます。45% にしてみてください。続いてビブラートの周期が速すぎると不自然なので速度を変更してみましょう。現在は50に設定されているんですがこれを半分ぐらいの25に設定してみてください。再生してみましょう。ドレミファミレド。まだ少しビブラートが深すぎるかもしれないのでお好みで深さなどを調節してみてください。再生してみましょう。ドレミファミレド。かなり自然なビブラートになりました。同じように他の音にもビブラートを入れてみましょう。ミファソラソファミのメロディーの最後のミの音、そして一番最後のドドレレミミファファミレドのメロディーの最後のドにビブラートを入力してみたいと思います。同じようにミの音を選んでビブラートツールで数値を変更してみてください。ビブラートがよくわかるように音の長さも伸ばしておきましょう。ミ一番最後のドの音についても同じように長さを伸ばしてビブラートツールの数値を変更していきましょう。2つの点と三角のマークを使ってパラメータを調節することもできますが、右に表示されているインスペクターの中のビブラートの項目を使って直接数字を入力することもできます。ドについては速度を10、深さを70、開始位置を60に設定してみたいと思います。入力できたので最初から再生して聞いてみましょう。
ドレミファミレドミファソラソファミドドレレミミファファミレド。かなり人間っぽくなりました。しゃくりやビブラートを歌唱表現と言いますが、歌唱表現が入力されたことで歌に聞き応えが出てきました。ボーカロイドではこのように音一つ一つを選んだり、歌全体を選んだりして歌い方を変えていくことができます。自分のイメージに沿ってボーカリストに指示を与えるようなイメージでボイスバンクに歌わせていく。これがボーカロイドの打ち込みの面白さ、そして醍醐味ではないかなと思います。皆さんもボーカロイドのボイスバンクに歌わせる楽しさ、ぜひ体験してみてください。次の動画では、この動画で作ったボーカルのパートを複製してハーモニーのパートを作ってみます。人間の場合はハーモニー、ハモリのパートを録音するためには高い歌唱技術が必要になります。しかしボーカロイドではどなたでもハーモニーを作る楽しさを体験していただくことができます。ぜひ次の動画もご覧ください。それではまたお会いしましょう。